こんにちは。NPO 法人日本霊気協会理事長の辻陽子です。今回はワンネスを感じるセルフヒーリング、一緒にやれるような誘導をしていきます。霊気のアチューメント講座に来られて霊気を使える方、その人たちに向けてやりますが、霊気学んでないよ、使えないよっていう人でも一緒に見よう見まねでこの音声を聞きながらゆったりしていただくと多分いい効果があるんじゃないかなって思っています。ちなみにね、私毎回動画撮るときにできるだけ映像から霊気エネルギーが出るように作っています。それからね、音声からも極力霊気が音声に乗るように作っています。おかげさまでとってもね、嬉しいのが、不眠症で長く悩んでこられた何年もっていう方がね、たくさん個別のメールくださっていて、どんな感じかっていうとね、辻さん、これをお伝えすると失礼に当たるかもしれませんが、辻さんの動画はとっても寝れますっていうね、おかげで睡眠薬手放すことができましたっていうようなね、お礼の感謝のメールです。もうね、正直これはね、私ね、今回の動画も最後まで見ましたよとか、一気に見ちゃいましたとか、それより嬉しい。やっぱ一応ね、医療健康業界の人間ですしね、自分自身も私は不眠症の苦しんだ体験はないんですけれども、重い病気したりとか、病気症状の辛いのが長引く、ね、なかなか治らないっていうのがもうどれぐらいしんどいことかっていうのはね、重々自分の人生でも経験してますから、本当に嬉しい。その中でね、特にね、このセルフヒーリングは自分自身のトラウマを癒したりとか、あるいは心地いい状態に、そして体の気のバランスを非常に理想的な状態に整える、そういう意味合いで作ってますから、ぜひ霊気学んでない方も活用してもらえると嬉しいなと思っています。はい。ではね、ワンネスを感じるセルフヒーリングスタートしていきます。まず、お部屋の状態。今、安全で守られた状態の空間にあなたがおられますか？あまりにも騒音、雑音がある。あるいは、ご家族の方が同じ空間の中で他のことをして、例えば、ちっちゃいお子さんが走り回って遊んでるとか、誰かが洗濯物をなんか洗濯機回してるよとか、お料理してる音がしてるよとか、そういうところじゃなくね、あなただけの静かな、リラックスできる空間、そういう空間でやってくださいね。それからね、適温、寒すぎず、暑すぎず。洋服もできるだけ締め付けない服装がいいです。例えば、きついベルトなんかをされている方は、ちょっとベルトを外して、リラックスしましょう。メガネしてる人はメガネ外してもいいですね。はい。じゃあ、まず、霊気とつながるところからやっていきます。霊気のアチューメント講座を受けておられない、霊気を使えない方は、そのままお待ちください。はい。静かに目を閉じたら、初心者の方はこうやって肩より上に手を上げましょう。霊気エネルギーというのは宇宙のどこにでも存在する根源的なエネルギーです。そしてこの高次元のエネルギーからこの3次元の空間に無から有がピロリンって生まれてくる。その時にこう作用する力、エネルギー。これを昔の日本人は霊気って名付けました。万物の根源的な存在するためのエネルギー。霊気、霊気、霊気と唱えてもいいですし、なんかね、自分の頭上に大きい太陽みたいに光り輝く真っ白な心地いい命のボールのようなものが、巨大なものがあって、そこへ手をブスッと突っ込んで、
その根源的な白い光と自分の体内の周波数をきれいに調和させて合わせていく。チューニングしていく。これね、アチューメントを受けておられる方はすごく瞬時のうちにチューニングがやりやすいんですね。はい。できた人もどうだったかなっていう人もあんまり気にせず手を太もものあたりまで下ろしたら、最初だけちょっと正中線、気の通り道を整えましょう。やり方は簡単です。一旦体を斜め45度ぐらいまで前に倒し、そのままスッとナチュラルに戻してください。で、しばらくして背もたれにもたれたくなってきたら、どうぞソファーや椅子の背もたれへもたれてください。壁にもたれてもいいですね。なんでしたら眠くなってきたら寝転んでも大丈夫です。霊気にはね、何々するべきっていうね、ルールがあんまりないんです。なので、あなたが一番心地よく、これがポイントです。なので、眠気が途中で襲ったら、そのまま抵抗せずに寝ちゃってください。はい。では、このままセルフヒーリングに行きましょう。まず、心地いい場所に自分がいる。あなたの大好きな場所に。そんなイメージするのが得意な人はぜひイメージをしてみてください。私はどうしようかな。今日はね、行ったことないけれども、長野県とかのね、高原の満天の星が見えてる下に、なんか草原みたいなところにマット引いて、お座布団引いて、そこに座ってるっていう、私そういう設定でいこうかな。あなたは朝でもいいし、昼間でもいいし、山のてっぺんでもいいし、なんかめちゃめちゃラグジュアリーな素敵なホテルの一室でもいいし、温泉でもいいし、野原でもいいし、海辺でも、どこでもイメージしてください。はい。では、セルフポジションは最初、一番目の上。目にこんな感じでね、手をかざしてもいいし、自分のお体なのでペタッとくっつけてもいいです。コツはね、霊気を流そうとしないことです。手の方に意識を持っていかない。むしろ手が当たっている今であれば、目の方、あるいは、目の奥の方、こっちに意識を持っていって、心地よさを十分に感じる。あったかさ、あるいは手が当たってる人は手の当たってる感触、そういうものです。そしてね、こうやって腕を上げてると腕がだるくなってきますよね。あなたのペースでいつでも手を下ろして、1、2秒休んで大丈夫ですから、そこも絶対に無理をしない。無理するとね、気の流れが結局滞ってしまうので、本末転倒になります。はい。今日はね、ワンネスを感じるセルフヒーリングですから、そのような誘導をやっていきます。はい。セルフポジションその2は、扁桃体、側頭部ですね。ここはね、ストレスを受け止めてくれる、キャッチしてくれる部位です。脳みそっていろんなこといっぱいやってくれてます。ありがたいなぁ。心地いいなぁ。左右、なんか違う感覚がありますか？だるくなったら手を太ももへ下ろしてくださいね。そしてね、1秒したら、またこうやって戻す。考え事がやめられない人、頭がいつも忙しい人は、ここがね、もうフル回転してくれてますから、手のひらからね、心地いい白いあったかい光のね、ビームをね、脳の奥の方までブワーって流してください。意識を上手に使えるとね、
気の巡りをね、どんどんコントロールできるようになってくるんです。うまく意識を使って、この頭をボールとしたらね、ボールの中心のあたりまでどんどん届かせる。はい、次のポジションはね、額と後頭部。額はご存知の通り前頭葉。未来をシミュレーションする力。IQ の部分ですね。それからね、後頭部にはね、脳幹、トカゲの脳って言われていてね、原子脳。生きる根源的なパワー、エネルギーの元ですね。生きる意欲、生きがい。そういうのが最近薄いんだよっていう人はね、この後頭部ね。だるくなったら手を下ろして、また戻して。それからね、この両手から頭をボールとしたらその核に当たる部分に冷気を照射するとちょうど消化体、官能、直感ひらめき第六感、虫の知らせ、悟り、そういったものに興味関心がある人もここです。はい、ちょっと私はね、後頭部今日重点的にこんな感じでやります。はい、第5ポジションは喉です。ちょっとね、首絞めてるみたいなポーズですけども、こういう風にやってもいいですけどね。どちらでも。このね、リンパの通ってるこの耳下腺からここもいいです。小顔になります。気を使いすぎてね、疲れちゃうっていう人。HSP、エンパスの人。こういう人もね、ここめっちゃいいです。この首の横ね。ここね、すごいあなたの、その、HSP ならではの感受性の高さ、鋭さを受け止めてくれてます。それここです。首の横。はい、次のポジション。胸の上。まあ、どこでもいいです。あなたが心地いいなって思う箇所で大丈夫です。肺でもいいしね。この胸腺、ここでもいいです。今日はね、ワンネスがテーマなんですね。私は若い頃、非常に自己嫌悪が強くて、なんかもう生きて存在してるだけで自分が迷惑、なんてことをね、本当に本気で思い込んでいました。なのでね、なんか消えてなくなってしまいたいようなね、そんな気持ちに駆られることも多かったし、孤独だったし、人とうまくやれないな、辛いなって思ってた。そういう時期が長かったんです。その時の自分が気づいていなかったことがあります。それがワンネスっていう考え方です。私がね、自分のことを好きじゃなくて、もっと、人から好かれたり、人にありがとうねって言われたり、人と上手にやれる自分になりたくって。で、もちろん外見も、ひどいアトピーだったので、まあ、それが嫌で、あそこも嫌だな、ここも嫌だなって思ってた頃にね、全く考えてこなかった、気づいてなかったことがあります。それはね、何だったかっていうと、私は一体何でできてるのかっていうことです。そこに全然着眼してなかった。例えば、ここに一本のペットドリンクがあって、ウーロン茶だとしましょう。このウーロン茶って、
私が飲むとどうなるか。私になるんですよ。あるいはね、私は落ち込んでる日も、まあ食欲はなくなったりしてる日もありましたけど、なんか食べてました。まあ野菜やお米やお肉や魚を。これもね、食べる前までは、きゅうりとかトマトとかね、レモンとか、鶏肉とかね、名前ついてるんですけど、食べて私の中に入ると、私になるんですよね。この私が毎日嫌っていて、存在しない方が世の中のためにいいんじゃないか、迷惑にならないんじゃないかって思ってるこの私って、私の正体ってなんだよって思った時に、私の正体はキュウリであり、トマトであり、レモンであり、鶏肉であり、牛肉であり、海を泳いでいた魚であり、お米でした。で、じゃあそれは一体どのようにして生まれてきたんだろうって考えたときに、ああ、どこかの誰かが海で魚を釣ってきてくれてるんだ。どこかの誰かが畜産物を育ててるんだ。どこかの誰かがお米や野菜を育ててくれている。そしてね、それがいきなり私の手元に来ませんよね。どんだけの人の手を介して、こうね、トラックに積んだ人、下ろした人、トラックにまた積んだ人、下ろした人、トラックに積んだ人、下ろした人みたいな感じでね。どれぐらいたくさんの人の手を介して私のとこまで来たんだろう。セルフポジションは次に行きましょうか。みぞおち。そこにゆったり手を置いて、で、背もたれにもたれたくなったらもたれながら聞いてください。呼吸は細く長くゆったりとね、吸い込むために冷気が体内に入ってきてあなたを満たし、吐き出す息とともにあなたの体の四方八方へきれいに広がっていく。そういうイメージ持ちながら聞いてくださいね。ともあれ、私もあなたも原材料はこの地球で今日も生きてるどこかの誰かの毎日の働きのおかげで成り立っていたっていうことなんですよね。はい。ちょっとそのこと考えながらゆったり呼吸に意識持っていってみましょう。ゆったり吸い込んで、全身を白い冷気で満たし、でイメージで全身の毛穴から光が放出していく。あなたの今いる空間もどんどん白い光に満たされ、そしてこの光は壁も突き抜けていきますから、さらに四方八方何百キロ何千キロ遠いところまで、そしてあなたが今日食べたものを作ってくれてる人のところまで、そこまで届きます。あなたが昨日食べたもの、今日食べたもの、日本で取れたものばっかりじゃないですよね。国境を越えて海外から入ってきたものもたくさんあるでしょ。
そう考えるとすごいですよね。あなたが行ったこともない国の今日生きてるあの人が今日もそれを作ってる。その人はこの今日作ってるの誰が食べるんだろうなって。まさか遠く離れた日本であなたが口にしてるとは。そしてその人が作ったものがあなたの体の一部になってるとは。思いもよらないかもしれないけど、でもその人がしてくれたことが、その恩恵があなたに来てます。海を越えるんです。国境も越えます。はい、セルフポジションはね、次行きましょう。下腹。子宮卵巣でもいいし、腸でもいいし、丹田でもいいです。あなたが意識したいところに意識を持って白い光を照射していきます。手からね、出続けてますよ。シャワーのようにね。これね、心地いいな、ふーって思いながらね、味わいながら、ゆったりとした呼吸をこのまま続けます。頭頂からも冷気がどんどん注ぎ込んできて、あなたを満たし続けてくれています。体の凝ってるところ、痛いところ、そういうところがあれば、そこにも意識を持っていきましょう。そしてね、息を吐くときに、そこの毛穴から痛みや症状も一緒に外へ出していく。こんなイメージです。さあ、話を再び元へ戻します。この見えないところでしっかりつながり合ってる我々ですけれども、それは人間と食べ物だけかな。そんなことないですよね。水もあなたがご存知の通り、国境を越えて海でつながってますね。あるいは地下水でね。それからもちろん空もつながってますよね。そしてさらには微生物や虫や他の動物もみんな同じようにつながってますよね。そしてどこかの誰かがいろんなことをしてくれたおかげで今日のあなたの命がこうやって続いていってるわけですけれども、じゃああなたは世界に対して何をしている？ここにもちゃんと着眼してほしい。私なんかろくなことやってませんよ、辻さんって思う人もいるかもしれません。毎日寝てるだけです。そういうような方もいるかもしれません。辻さん、本当に私いない方がきっと世の中のためですって昔の私みたいに本気で考えている人もいるかもしれません。でもね、そういう人はね、科学、特にね、生物学をちょっとだけ学んでみるといいと思うんです。あなたが仮によ、何か食べて、飲んで、排泄して、寝て、それしかしてないよって言ったとしても、あなたのその排泄物は微生物や菌のごちそうになっている。そして、それがあるから、大地が肥沃ないい大地になっていたりしますよね。そして、肥えた土地から植物が元気いっぱい芽吹いてきます。
そしてその中でまた食べられる果物や野菜をいただいています。それからね、もう一つ。あなたが生きて呼吸をしているだけで、酸素を吸い込んで二酸化炭素を吐き出してますよね。この二酸化炭素、炭素がね、植物に影響して大きな大きな花のつぼみをつけます。こういうようなことを生物学をちょこっと紐解くと、あなたはもっともっと知ることができて、うわ、すごいなって。生きて呼吸してるだけでそもそも他の生物の役に立ってんじゃん。ご飯食べて、寝て、排泄して、それしかしてないよ。しょうがないじゃんってことなかったな。そしてね、それ以外にささやかなことだったらきっとあなたいろいろやってます。いえいえ、全然何もできてませんって言う人でもやってますよ。やってます、やってます。そもそもあなたは存在してるだけで人の役に立っています。でもね、辻さん、そんな風に言ってくれても私の人生の辛さは変わりません。しんどいです。生きることに感謝も湧きません。喜びもないですっていう人もいるかもしれないけど、そういう人も私はこれを言いたい。変わらないってことは絶対ないんです。そこで終わりにすることもできるけれども、あるいは諦めることもできるけれども、今日から変えていくこともできます。それはね、いかに多くのものがあなたにもたらされてるか、そこに気づいていくことで解消できます。ポジション移動させましょう。鼠径部です。ここね、すごい大事です。あなたの免疫力を司ります。体調が悪い人、病気がちな人、今まさに闘病中の人、ここですよ。リンパの節があります。はい。話を戻します。あなたがね、落ち込んで泣きたくなって絶望してる時も、あなたの背骨の脊髄では毎秒毎秒すっごい数の赤血球、白血球、血小板が生み出されてます。何もないところから赤血球や白血球や血小板が生み出されてくるんですよ。何もないところからね。この何もないところから物が生まれてくる、この時に作用するこのエネルギーのことを最初にお伝えしたように霊気って言ってます。霊気の働きが24時間365日あなたを生かし続けています。終わりの日が来るまで。そしてもう一つ、今度は宇宙にも目を向けてみましょう。今からお伝えする話はね、生物学ではなくて量子物理学の管轄になってきます。量子物理学的に見ると、私たちはただのエネルギーの光の波、この宇宙空間に存在しているものはすべて同じ原材料でできており、それは小さな小さな小さな顕微鏡でも見れないぐらいのレベルで見ていくと、光の波、すべてが同じものでできていて、同じものがつながり合い連鎖しています。
この一見何もないっていうふうに私たちの目で捉えているこの空間にも実はぎっしりとしたものが集まっていてつながり合っている。そしてね、ここをつないでいる。それが根源的な生命エネルギーです。これをゼロポイントエネルギーと言ったり、霊気と言ったりします。私たちは一見離れているように見えて、すべてつながり合い、連携して、関係性を持っています。影響を与え合っています。宇宙空間全部です。全部が一塊。そして同じものでできています。ちっちゃく見ていったら、あなたの細胞、素粒子レベルまで。大きく見ていったら大宇宙まで。これが全部同じものでできていて、離れてない、つながっているっていうことです。あなたが今日食べたものは、次の微生物に排泄された後、影響を与えていきます。そして地球の土になっていきます。あなたが今日吐き出した炭素は、あの植物を大きくして花を咲かせます。すべてが一つでつながり合って連携しています。さあ、背中の方のね、ポジションは結構やりにくいんだよね。心臓の裏側、手が回りますか？回りにくかったらね、もうそこを飛ばしてもいいです。腰はどうですか？ウエストのあたりね、ここなら手を置けますか？こことっても大事です。腎臓があります。しばらくここもね、温めるような気持ちでいたわりながら手を置いてあげてください。そしてね、この腰のあたりにね、背骨があって、脊髄があって、さっき言ったようにね、赤血球や白血球や血小板がどんどん生み出されている。それ以外のものもいっぱい生み出されてますね。すごいなって。自分の中にね、スーパーコンピューターも及ばないような機能がついていて、毎日毎秒それが働き続けてる。何十年間。今どこかお体の調子が悪い人、その人はね、調子の悪い箇所ばかりに意識が向いてるかもしれません。そして早くここが良くなったら私楽になるのにって思ってるかもしれないけど、ちょっとだけ忘れてることがあってね、それはね、症状が出てない箇所の細胞や臓器のこと。彼らはめちゃめちゃ、その疾患のある箇所をカバーしてくれていますよ。補ってくれてます。だからね、痛みのない箇所もねぎらってあげてほしいんですよ。はい。じゃあね、最後ね、やれそうだったらね、尾てい骨のところにね、手を重ねておきましょう。あなたの体の一番中心部であり、大事な要です。はい。肩飛ばしちゃった。12ポジション。まあ、いっか。さあ、これで一通り体の12ポジションを行いましたが、今の気分、いかがですか？あなたと私も実は離れているけれども、ちゃんとずーっとこうやってね、空間にも
ものがあり、物質があり、つながり続けていて、実はしっかりつながってるんだよね。まるでこう糸電話のようにね。なので、離れてますけど、イメージの中で手をつなぎ合っておきましょう。あなたはそもそも存在するだけで素晴らしく、そしてあなたは思った以上にいっぱい人の役に立っています。ご機嫌で過ごす時間をちょっとずつでも増やしてください。それがあなたの未来を今度作っていきます。はい。では、このままセルフヒーリングを終わりましょう。ありがとうございました。またです。